醜いアヒルの子。田舎は本当に素敵でした。夏のことです。小麦は黄色く実っていますし、カラス麦は青々と伸びて、緑の草地には干し草が高く積み上げられていました。そこをコウノトリが長い赤い足で歩き回っては、エジプト語でぺちゃくちゃとおしゃべりをしていました。コウノトリはお母さんからエジプト語を教わっていたのでした。畑と草地の周りには大きな森が広がっていて、その森の真ん中に深い池がありました。ああ、田舎はなんて素晴らしいのでしょう。そこに暖かなお日様の光を浴びて、一軒の古いお屋敷がありました。周りを深い堀割に囲まれていて、塀から水際まで大きな大きなスカンポがいっぱい茂っていました。スカンポはとても高く伸びていましたから、一番大きいスカンポの下では小さな子供ならまっすぐ立つこともできるくらいでした。そこはまるで森の奥深くみたいにぼうぼうとしていました。ここにアヒルの巣がありました。巣の中には一羽のお母さんのアヒルが座って、今ちょうど卵を返そうとしていました。けれどもかわいい子供はなかなか生まれてきませんし、それにお友達もめったに遊びに来てくれないものですから、今ではもうすっかり飽き飽きしていました。他のアヒルたちにしてみれば、わざわざこのお母さんのところへ登っていって、スカンポの下におとなしく座っておしゃべりなんかするよりも、堀割の中を勝手に泳ぎ回っている方が面白かったのです。とうとう卵が一つ、また一つと次々に割れ始めました。ピーピーと鳴きながら卵の黄身がむくむくと動き出して、かわいい頭を突き出しました。ガーガー、お急ぎお急ぎとお母さんアヒルは言いました。すると子供たちは大急ぎで出てきて、緑の葉っぱの下から四方八方をキョロキョロ見回しました。その様子を見てお母さんはみんなに見たいだけ見せてやりました。なぜって、緑の色は目のためにいいですからね。世の中ってすごく大きいんだなぁと子供たちは口を揃えて言いました。もちろん卵の中にいた時とはまるで違うのですから、こういうのも無理はありません。お前たちはこれが世の中の全部だとでも思っているのかいとお母さんアヒルは言いました。世の中っていうのはね、こ
のお庭の向こうの橋を越えてまだまだずっと遠くの牧師さんの畑の方まで広がっているんだよ。お母さんだってまだ行ったことがないくらいなのさ。これでみんななんだね。こう言ってお母さんアヒルは立ち上がりました。おや、まだみんなじゃないわ。一番大きい卵がまだ残っているね。この卵はなんて長くかかるんだろう。本当に嫌になっちゃうわ。こう言いながらお母さんアヒルは仕方なくまた座り込みました。ちょいとどんな具合かねと、その時おばあさんのアヒルがお見舞いに来てこう尋ねました。この卵が一つだけずいぶんかかりましてねと、卵を返していたお母さんアヒルが言いました。いつまでたっても穴が開きそうもありませんの。でもまあ他の子たちを見てやってくださいな。みんな見たこともないほどきれいなアヒルの子供たちですわ。お父さんにそっくりなんですのよ。それなのにあのしょうのない人ったらお見舞いにも来てくれないんですの。どれどれ、その割れないという卵を私に見せてごらんとおばあさんアヒルは言いました。こりゃあね、お前さん、七面鳥の卵だよ。私もいつか騙されたことがあってね。そりゃあひどい目にあったもんさ。生まれた子供には散々苦労させられてね。だってお前さん、その子ったら水を怖がるんだからね。いくら水の中へ入れてやろうと思ったってダメだったよ。どんなに私がガミガミ言ってつっつこうと食いつこうと、そりゃあどうしたってダメなのさ。その卵を見せてごらん。ああ、やっぱり七面鳥の卵だよ。こりゃあこのままにしておいて他の子供たちに泳ぎでも教えてやる方がいいね。でももう少し座っていてみますわとお母さんアヒルは言いました。せっかく長い間こうやって座っていたんですもの。もう少し我慢してみます。まあお好きなように。おばあさんアヒルはこう言ってしまいました。とうとうその大きな卵が割れました。ピーピーとひよこが鳴きながら転がり出てきました。ところがその子ったらずいぶん大きくてひどくみっともない格好をしています。お母さんアヒルはその子をじーっと眺めて言いました。まあとんでもなく大きい子だこと。他の子には似てもいやしない。こりゃあ本当に七面鳥の子かもしれないよ。まあいいわ、すぐわかるんだもの。一つ水のところへ連れてって突き飛ばしてやりましょう。
あくる日はすっかり晴れ渡って、とても気持ちのいいお天気でした。お日様はキラキラと輝いて、緑のスカンポの上を照らしています。お母さんアヒルは子供たちをみんな連れて掘割にやってきました。パチャーンとお母さんは真っ先に水の中へ飛び込んで、ガーガー、さあお急ぎとみんなに言いました。するとアヒルの子供たちは一羽ずつ後から後から飛び込みました。水が頭の上までかぶさりましたが、みんなはすぐに浮かび上がって上手に泳ぎ出しました。足は一人でに動きました。こうやってみんなは水の上に浮かんでいました。見ればあの醜い灰色の子も一緒に泳いでいます。あら、あの子は七面鳥なんかじゃないわ、とお母さんアヒルは言いました。まあまあ、足をとっても上手に使っていること、体もあんなにまっすぐ起こしてさ、もう私の子に間違いないわ。それによくよく見ればやっぱりかわいいもの。ガーガー、さあみんなお母さんについておいで。お前たちを世の中へ連れてってあげるからね。鳥小屋の皆さんにも引き合わせてあげるよ。だけどお母さんのそばから離れちゃいけないよ。踏まれたりすると大変だからね。それから猫に気をつけ。そのうちにみんなは鳥小屋に着きました。ところがそこでは恐ろしい騒ぎの起こっている真っ最中でした。2軒の家の者が一つのうなぎの頭を取りっこして喧嘩をしていたのです。ところがその間に猫が横から取っていってしまいました。いいかい、世の中ってこんなものなんだよ、とアヒルの子供たちのお母さんは言いながら、自分もくちばしをピチャピチャやりました。本当はお母さんもうなぎの頭が欲しかったのです。さあ今度は足を使うようにしましょうね、とお母さんアヒルは言いました。みんな急いで行けるかしらね。いいこと、あそこにいるアヒルのおばあさんの前へ行ったらお辞儀をするんですよ。あの方はここにいる人たちの中で一番身分の高い人なんだからね。スペインで生まれた人なんだよ。だからあんなに太っていらっしゃるのさ。それからほら、足に赤い布をつけているでしょう。きれいで素敵じゃないの。あれはね、私たちアヒルがもらうことのできる一番立派な勲章なんだよ。あれをつけているのはね、あの人がいなくならないようにというためと、動物からも人間からもすぐわかるようにというためなんだよ。さあさあ急いで、足を
内側へ向けるんじゃありませんよ。お行儀のいいアヒルの子は足をぐっと外側へ開くんですよ。そら、お父さんやお母さんを見てごらん。いいかい、こんな風にするのよ。さあ、今度は首を曲げてガーッと言ってごらん。そこで子供たちはみんな言われた通りにしました。他のアヒルたちが周りに集まってきて、みんなをじろじろ眺めながら大きな声で言いました。おい、見ろよ、またチビがうんとこさやってきたぞ。俺たちだけじゃまだ足りないっていうみたいだ。チェ、あのアヒルの子はありゃあなんてやつだ。あんなのはごめんだぜ。そしてすぐに一羽のアヒルが飛んできて、その子の首筋に噛みつきました。ほっといてちょうだいとお母さんアヒルは言いました。この子は何にもしないじゃないの。うん、だけどこいつあんまり大きくてへんてこだもの。と今噛みついたアヒルが言いました。だから追っ払っちゃうんだ。かわいい子供さんたちだね、お母さん。と足に布をつけているおばあさんのアヒルが言いました。みんなかわいい子供たちだよ。でも一羽だけは別だがね、かわいそうに。作り変えることができたらいいのにね。そうは参りませんわ、奥様。とお母さんアヒルは言いました。この子は可愛らしくは見えませんが、でも気立ては大変良いのでございます。それに泳ぐことも他の子供たちと同じようにできます。いいえ、かえって少し上手なくらいでございますわ。大きくなればもう少しきれいにもなりましょうし、時が経てば小さくもなりますでしょう。きっと卵の中に長くいすぎたものですから、こんな変な形になってしまいましたのでしょう。こう言ってその子の首筋をつついて羽をきれいに直してやりました。それにこの子は男の子なんでございますもの、とお母さんアヒルは言いました。ですから学校の悪いなんてことはどうでもいいことだと思いますわ。きっと立派な強いものになって生きていってくれるだろうと思います。他の子たちは本当にかわいいね、とおばあさんアヒルは言いました。さあさあみんな、自分のうちにいるようなつもりで楽にしておいで。それからお前さんたち、うなぎの頭を見つけたら私のところへ持ってきておくれよ。いいかね。こう言われたものですから、みんなはうちにいるように楽な気持ちになりました。けれども一番おしまいに卵から出てきた醜い格好のアヒルの子だけは、かわいそうにアヒルの仲間たちばかりか鶏たちからも噛みつかれたりつつかれたり
バカにされたりしました。こいつでかすぎるぞとみんなこう言うのです。中でも七面鳥は生まれつき毛爪を持っていたので皇帝のようなつもりでいたのですが、それだけにこのアヒルの子を見ると、頬に風をいっぱい受けた船のように体をぷーっと膨らませてつかつかと近寄ってきました。そして喉をゴロゴロ鳴らしながら顔を真っ赤にしました。これを見るとかわいそうなアヒルの子はもうどうしたらよいのかわかりません。自分の姿が大層醜いためにみんなからこんなにまでもバカにされるのが何とも言えないほど悲しくなりました。最初の日はこんな風にして過ぎましたが、それからはだんだん悪くなるばかりです。かわいそうにアヒルの子はみんなに追いかけられました。兄さんや姉さんたちさえも優しくしてくれるどころか、かえって意地悪をしていつも言うのでした。おい、みっともないやつ、お前なんか猫にでも捕まっちまえばいいんだ。お母さんもお前さえどこか遠いところへ行ってくれたらねと言いました。他のアヒルたちには噛みつかれ、鶏たちにはつつき回されました。鳥に餌をやりに来る子からは足で蹴飛ばされました。とうとうアヒルの子は逃げ出して生垣を飛び越えました。すると藪の中にいた小鳥たちがびっくりしてパッと舞い上がりました。ああ、これも僕がみっともないからなんだなとアヒルの子は思って目をつぶりました。けれどもどんどん先へ走っていきました。やがて野鴨の住んでいる大きな沼地に出ました。アヒルの子はここで一晩寝ることにしました。だってここまで来たらもうすっかりくたびれていましたし、それに悲しくってたまらなかったですもの。朝になると野鴨たちは飛び立って新しい仲間を見つけました。君は一体何者だいとみんなは尋ねました。アヒルの子はあっちへもこっちへもできるだけ丁寧にお辞儀をしました。君はまた恐ろしくみっともない格好をしているなと野鴨たちは言いました。でもそんなことはどうだっていいや。僕たちの家族のものと結婚しなけりゃいいんだ。かわいそうなアヒルの子は結婚なんて夢にも思ってみたことがありません。それどころかただ足の間に休ませてもらって沼の水をほんの少し飲ませてもらえればそれだけでよかったのです。アヒルの子はそこに2日の間いました。するとそこへオスのガンが2羽飛
んできました。このガンは卵から出てまだいくらも経っていませんでしたから、少し無鉄砲すぎました。おい君とガンは言いました。君はなんてみっともない格好をしているんだ。だけど僕はそのみっともないところが気に入った。どうだい、一緒に行って渡り鳥にならないかい。実はこの近くのもう一つの沼にな、きれいなかわいい女のガンが2、3羽住んでいるんだ。無論みんなお嬢さんさ。ガーガーって上手におしゃべりすることもできるんだ。君がいくらみっともない格好でも、そこへ行けば幸福をつかむことができるんだぞ。ダンダンと、その時空で鉄砲の音がしました。途端に2羽のガンは足の中へ真っ逆さまに落ちて死にました。水が血の色で真っ赤に染まりました。ダンダンと、また鉄砲の音がしました。するとガンの群れが足の中からパッと飛び立ちました。続いてまた鉄砲の音がしました。大仕掛けの漁が始まったのです。狩人たちは沼の周りをぐるりと取り巻いていました。いや、中にはもっと近くまで来て足の上に伸び出ている木の枝に腰を下ろしているものさえ2、3人ありました。青い煙がまるで雲のように薄暗い木々の間を抜けて遠く水の表にたなびいていました。沼の中へ猟犬がピシャピシャと飛び込んできました。足はあっちへもこっちへもなびきました。かわいそうに、アヒルの子にとってはなんという恐ろしい出来事だったでしょう。アヒルの子はびっくり仰天しました。思わず頭を縮こめて羽の下に隠しました。と、ちょうどその瞬間、恐ろしく大きな犬がすぐ目の前に飛び出してきました。舌はだらりと長く垂らして、目はゾッとするほどキラキラ光っていました。鼻面をアヒルの子の方へぐっと近づけて鋭い歯をむき出しました。ところがどうしたというのでしょう。アヒルの子には噛みつきもしないで、またピシャピシャと向こうへ戻っていってしまいました。ああ、ありがたいとアヒルの子はほっとして言いました。僕があんまりみっともないものだから犬まで噛みつかないんだな。アヒルの子はそのままじっとしていました。けれどその間もひっきりなしに鉄
砲の弾が足の中へ飛んできてざわざわと音を立てました。お昼過ぎになってからやっと辺りが静かになりました。けれどもかわいそうなアヒルの子はすぐには起き上がる元気もありませんでした。それからまただいぶ時間が経ってからやっと辺りを見回しました。そして大急ぎで沼から逃げ出しました。畑を越え草原を越えてどんどん走っていきました。そのうちに激しい風が吹いてきました。そのため今度はとっても走りにくくなりました。夕方ごろ、とあるみすぼらしい小さな百姓家にたどり着きました。その家は見るも哀れなありさまで、自分でもどっちへ倒れようとしているのかわからないような様子でした。それでもまだとにかくこうして立っているのでした。そうしているうちにも風がピューピュー吹きつけてきました。アヒルの子は倒れないようにするために風の方へ尻尾を向けて体を支えなければなりません。けれども風はますますひどくなるばかりです。その時ふと見ると入り口の戸の蝶つがいが一つ外れていて戸が幾分開いています。どうやらその隙間から部屋の中へ入っていくことができそうです。そこでアヒルの子は早速そこから入っていきました。この家には一人のおばあさんが一匹の猫と一羽の鶏と一緒に住んでいました。おばあさんはこの猫のことを坊やちゃんと呼んでいました。坊やちゃんは背中を丸くしたり喉をゴロゴロ鳴らしたりすることができました。その上火花を散らすこともできました。もっとも火花を散らすためには誰かに毛を逆さにこすってもらわなければなりません。鶏は大変可愛らしい短い足をしているので、おばあさんは短い足のコッコちゃんと呼んでいました。短い足のコッコちゃんはとても良い卵を産むので、おばあさんはまるで自分の子供みたいに可愛がっていました。明くる朝になると猫も鶏もすぐに今まで見たことのないアヒルの子がいるのに気がつきました。猫は喉をゴロゴロ鳴らし、鶏はコッコッと鳴き出しました。どうしたんだねとおばあさんは言って辺りを見回しました。けれどもおばあさんは目があんまり良くなかったものですから、このアヒルの子をどこからか迷い込んできた太ったアヒルだと勘
勘違いしてしまいました。こりゃあいいものが入ってきてくれたとおばあさんは言いました。これからはアヒルの卵も食べられるってわけだもの。だけどオスのアヒルでなけりゃいいがね。まあ試しに飼ってみるとしよう。こういうわけでアヒルの子は3週間の間試しに飼われることになりました。でももちろん卵は産みませんでした。ところでこの家では猫がご主人で鶏が奥さんでした。そしていつも2人は我々と世界はと言っていました。なぜって2人はお互いが世界の良い半分で、それも一番良い半分だと思っていたからです。アヒルの子はこれとは違った風に考えることもできるような気がしました。でも鶏はそれを認めてくれませんでした。あんたは卵を産むことができるのと鶏は尋ねました。いいえ。じゃあ黙っていたらどう？すると今度は猫が口を出しました。お前は背中を丸くすることができるかい？喉をゴロゴロ鳴らすことができるかい？それから火花を散らすことができるかい？いいえ。じゃあ利口な人たちが話しているときは黙っているものだよ。こうしてアヒルの子は隅っこに引っ込んでいましたが、ちっとも面白くはありません。そうしているうちにすがすがしい気持ちの良い天気とお日様の光が懐かしく思い出されてきて、たまらないほど水の上を泳ぎたくなってきました。アヒルの子はとうとう我慢できなくなって、そのことを鶏の奥さんに打ち明けました。あんた何を言うのよと鶏の奥さんは言いました。何もすることがないもんだから、そんなとんでもない気まぐれを起こすんだよ。卵でも産むとか喉でも鳴らすとかしてごらん。そんな馬鹿げた気まぐれはどっかへ飛んでっちゃうから。でも水の上を泳ぐのは素晴らしいんですよとアヒルの子は言いました。頭から水をかぶったり、水の底の方まで潜っていったりするのはとっても楽しいんですもの。さぞかし楽しいでしょうよと鶏の奥さんは言いました。あんたはキレも違ったんだよ。じゃあ猫の旦那さんに聞いてごらん。あの人は私の知っている人の中で一番利口な方だがね。あの人に水の上を泳いだり潜ったりするのはお好きですかってさ。私は自分のことは何にも言いたかないわ。私たちのご主人のおばあさんにも聞いてごらん。
あのおばあさんより利口な人はこの世にはいないんだよ。あんた一体あのおばあさんが泳いだり水を頭からかぶったりするのが好きだとでも思うの？僕の言うことがあなた方にはお分かりにならないんです、とアヒルの子は言いました。私たちにお前さんの言うことがわからなければ一体誰にならわかるっていうの？あんたまさか猫の旦那さんやあのおばあさんよりも自分の方が利口だなんて言うんじゃないだろうね。まあ私は別にしたところでさ、あんまり生意気なことを言うんじゃないよ。子供のくせにそんなことばかり言ってないで、まあまあ人が親切にしてくれたことでもありがたく思うんだね。あんたはこうして暖かい部屋に入れてもらって私たちの仲間に入れてもらったんじゃないか。おまけにいろんなことまで教えてもらったんじゃないの。それなのにあんたは間抜けよ。私あんたなんかと付き合ってると面白かないわ。だけどさ、ねえ、私はあんたのことを思うからこそこんな嫌なことまで言ってしまうのよ。だから本当のお友達というものさ。さあさあ、これからは一生懸命に卵を産むとか喉をゴロゴロ鳴らして火花でも散らすようにするといいわ。でも僕は外の広い世の中へ出て行きたいんです、とアヒルの子は言いました。それなら勝手によし、と鶏の奥さんは言いました。そこでアヒルの子は出て行きました。そして楽しそうに水の上を泳いだり水の中に潜ったりしました。けれども姿が見にくいためにどの動物からも相手にされませんでした。やがて秋になりました。森の木の葉は黄色や茶色になりました。強い風が吹いてくると木の葉はくるくると舞い上がりました。高い空の方は寒々としていました。雲はあられや雪を含んでどんよりと垂れ下がっていました。生垣の上にはカラスが止まっていかにも寒そうにカーカーと鳴いていました。考えてみただけでもブルブルっとしそうな寒さです。こんな時あのアヒルの子はどうしていたでしょうか。かわいそうにすっかり弱っていました。ある夕方、お日様がキラキラと美しく輝いて沈みました。その時アヒルの子がまだ見たこともないような美しい大きな鳥の群れが茂みの中から飛び立ちました。みんな体中が輝くように真っ白で長いしなやかな首をしています。
それは白鳥たちだったのです。白鳥の群れは不思議な声を上げながら美しい大きな翼を広げて寒いところから暖かい国へ行こうと広い広い海をめがけて飛んでいくところでした。白鳥たちは高く高く登っていきました。それを見ているうちに醜いアヒルの子は何とも言えない不思議な気持ちになりました。それで水の中で車の輪のようにぐるぐる回ると首を白鳥たちの方へ高く伸ばして自分でもびっくりするほどの大きな不思議な声を上げて叫びました。ああ、なんという美しい鳥でしょう。あの美しい鳥、幸福な鳥をアヒルの子は決して忘れることができませんでした。白鳥たちの姿が見えなくなると醜いアヒルの子は水の底まで潜っていきました。けれどももう一度浮かび上がった時にはまるで無我夢中になっていました。アヒルの子はあの美しい鳥が何という名前なのか知りません。そしてどこへ飛んでいったのかも知りません。けれども今までのどんなものよりも一番懐かしく思われるのです。なんだか好きで好きでたまらないのです。でも羨ましいなどとは少しも思いませんでした。アヒルの子にしてみればあんな美しい姿になろうなんてどうして願うことができましょう。ただ他のアヒルたちが自分を仲間に入れてくれさえすればそれだけでどんなに嬉しいか知れないのです。はあ、なんてかわいそうな醜いアヒルの子でしょう。いよいよ冬になりました。ひどいひどい寒さです。アヒルの子は水の表がすっかり凍ってしまわないようにひっきりなしに泳ぎ回っていなければなりませんでした。けれども一晩一晩と経つうちに泳ぎ回る場所がだんだん狭くなり小さくなりました。辺りは間もなくミシミシと音を立てるほど凍りついていきました。アヒルの子は氷のために泳ぐ場所をみんな塞がれてしまわないようにしょっちゅう足を動かしていなければなりませんでした。でもとうとうしまいにはくたびれきって動くこともできなくなり氷の中に閉じ込められてしまいました。次の朝早く一人のお百姓さんが通りかかって哀れなアヒルの子を見つけました。お百姓さんはすぐさまそばへやってきて木靴で氷を砕いて家のおかみさんのところへ持って帰りました。こうしてアヒルの子は生き返りました。お百姓さんの子供たちは大喜びでアヒルの子と遊ぼうとしました。ところがアヒルの子の方は
またいじめられるに違いないと思って怖くて怖くてたまりません。で、あんまりビクビクしていたものですからミルク壺の中へ飛び込んでしまいました。おかげでミルクが部屋中に飛び散りました。おかみさんは大声でわめき立てて両手を高く上げて打ち合わせました。それでアヒルの子はまたびっくりしてしまい、今度はバターの入れてある樽の中に飛び込みました。それから麦粉の桶の中へ飛び込んで、その挙句やっとのことで飛び出してきました。いやはや大変な騒ぎです。おかみさんはキンキンした声で叫びながら火箸でアヒルの子をぶとうとしました。一方、子供たちは子供たちでアヒルの子を捕まえようとしてぶつかりっこをしては笑ったりわめいたり、いやもう大変なことになりました。ところがありがたいことに戸が開け放しになっていました。それを見るが早いか、アヒルの子は今降ったばかりの雪の中の茂みの中へ飛び込みました。そしてまるで冬眠でもしているようにそこにじっとしていました。さて、この哀れなアヒルの子が厳しい冬の間に耐え忍ばなければならなかった苦しみや悲しみをみんなお話ししていればあまりにも悲しくなってしまいます。やがていつの間にかお日様が暖かく輝き始めました。その頃アヒルの子はまだやっぱり沼の足の間にじっとしていました。もうひばりが歌を歌い始めました。いよいよ素敵な春になったのです。その時アヒルの子は急に翼を羽ばたきました。すると翼は前よりも強く空気を打って体がスーッと持ち上がり楽々と飛ぶことができました。そして何が何だかよくわからないうちにとある大きな庭の中に来ていました。庭にはリンゴの木が美しく花を開き、庭床は良い匂いを放って長い緑の枝を静かにうねっている掘割の方へ伸ばしていました。はあ、ここはなんて美しいのでしょう。なんて新しい春の香りに満ち満ちているのでしょう。その時目の前の茂みの中から3羽の美しい真っ白な白鳥が出てきました。白鳥たちは羽ばたきながら水の上を軽やかに滑るように泳いでいきました。アヒルの子はこの美しい白鳥たちを知っていました。そして今その姿を見ると何とも言えない不思議な悲しい気持ちになりました。僕は
あの美しい立派な白鳥たちのところへ飛んでいこう。けれど僕はこんなに醜いんだから、近寄っていったりすればきっと殺されてしまうだろう。でもいいや、どうせ僕なんかは他のアヒルからはいじめられ、鶏からはつっつかれ、餌をくれる子からは蹴飛ばされるんだもの。それに冬になればいろんな悲しいことや苦しいことを我慢しなければならないんだもの。それを思えば白鳥たちに殺される方がどんなにいいか知れやしない。こう思ってアヒルの子は水の上に飛び降りて美しい白鳥たちの方へ泳いでいきました。これを見ると白鳥たちは美しく羽をなびかせながら近づいてきました。さあ、僕を殺してくださいとかわいそうなアヒルの子は言いながら頭を水の上に垂れて殺されるのを待ちました。ところが澄み切った水の表には一体何が見えたでしょうか。そこには自分の姿が映っていました。けれどもそれは醜くてみんなに嫌がられた格好の悪いあの灰色の鳥の姿ではありません。それは美しい一羽の白鳥ではありませんか。そうです。白鳥の卵から帰ったものならば、たとえ鳥小屋で生まれたにしてもやっぱり立派な白鳥に違いないのです。アヒルの子は今までに受けてきたさまざまな苦しみや悲しみのことを思うにつけて、今の幸福を心から嬉しく思いました。そして今の自分に与えられている幸福や素晴らしさが今初めてわかりました。本当になんて幸せなことでしょう。大きな白鳥たちはこの新しい白鳥の周りを泳ぎながらくちばしで羽を撫でてくれました。その時小さな子供たちが2、3人お庭の中へ入ってきました。みんなはパンくずや麦の粒を水の中へ投げてくれました。そのうちに一番小さい子が大声で叫びました。あそこに新しい白鳥がいるよ。すると他の子供たちも一緒に嬉しそうな声を上げました。本当だ、新しい白鳥が来た。みんなは手を叩いて踊り回るとお父さんとお母さんのところへかけていきました。それからまたパンやお菓子を投げ込んでくれました。そして誰も彼もが言いました。新しい白鳥が一番きれいだね。とても若くて美しいね。
年上の白鳥たちが若い白鳥の前に頭を下げました。若い白鳥は恥ずかしさでいっぱいになり、どうしてよいかわからなくなって頭を翼の下に隠しました。白鳥はとてもとても幸福でした。でも少しも威張ったりはしませんでした。心の素直なものは決して威張ったりはしないものなのです。白鳥は今までどんなにみんなから追いかけられたりバカにされたりしたかを思い出しました。けれども今はみんなが自分のことを美しい鳥の中でも一番美しいと言ってくれているのです。庭床は水の上の白鳥の方へ枝を差し伸べて頭を下げました。お日様はそれは暖かく優しく照っていました。白鳥は羽を美しくなびかせてほっそりとした首をまっすぐに起こしました。そして心の底から喜んで言いました。僕が醜いアヒルの子だった時にはこんなに幸福になれようとは夢にも思わなかった。